が大地を震わせ、西暦2114年、世界戦争の最中、灰色の空を切り裂き AI 巨大鷹ロボットロッキーが飛翔する鋭い金属の翼を広げ、敵機の間を縫うように飛び抜けるその姿はまさに戦場の覇者だった。背後に続く仲間たち、カラス型のステルスロボットシャドウとハヤブサ型の超高速ロボットマッハ、3機が連携し敵の防衛線を次々と突破していく。ロッキーの視界に敵の大型戦艦が映し出され、人工知能が最適な攻撃経路を即座に計算。彼の鋭い鷹の目が標的を捉える。光学兵器が火を吹き、爆発が戦場を染め上げた。しかしそれはただの一場面に過ぎない。無限に続くかのような戦いの連続。ロッキーのデータバンクには数えきれないほどの戦闘記録が刻まれていった。戦争は終わった。平和が訪れると同時に戦闘用 AI ロボットたちは次々と解体されていく。ロッキーもその運命をたどるはずだった。しかし彼の開発者であるイザベラ博士は彼を解体から守り、共に山奥の研究所へと身を移した。それから10年、山の澄んだ空気の中でロッキーは穏やかな日々を過ごしていた。彼の人工知能は自己進化を続け、感情らしきものさえ芽生え始めていた。開発者のイザベラとも意思疎通が可能になり、彼女の指示を受けて周辺の巡回や調査を行うのが日課だった。ある日の午後、ロッキーはいつものように山の頂上付近を巡回していた。青い空と緑の木々、その美しい風景が広がる中、彼のセンサーが異常を検知した。機体に微細な振動が走り、警告音が内部で鳴り響く。ロッキーは翼のバランスを失い、ゆっくりと高度を下げていった。やがて森の中の小さな空き地に不時着、機体の一部が損傷し、動力が停止してしまう。人工知能が周囲の状況を解析しようと試みるが、内部システムのエラーがそれを妨げた。ロッキーは助けを求める手段を失い、その場で沈黙するしかなかった。数時間後、木々の間から一人の少年が姿を現した。13歳のカイト。近くの山小屋で母親と2人で暮らす機械好きの少年だ。彼はロッキーの巨大な体を見上げ、その異様な姿に目を輝かせた。すごい、生きてるのか。カイトはロッキーの機体に近づき、慎重に触れてみる。その手つきは驚くほど熟練していた。工具を取り出し、彼は損傷箇所を調べ始める。ロッキーの内部ではシステムがゆっくりと再起動を開始していた。やがてロッキーの人工音声が静かに響いた。感謝する、修復を確認。カイトは驚きつつも笑みを浮かべた。こうしてロッキーとカイトの奇妙な出会いが幕を開けた。少年の手で修復されたロッキーは再び青空を飛ぶ力を取り戻した。そしてこの出会いが後に大きな運命を紡ぎ出すことになるとはまだ誰も知らない。ロッキーが研究所へ帰還した翌朝、イザベラはロッキーの修理箇所を詳細にチェックしていた。彼女の指先が滑らかにボディの補修部分をなぞる。補強された箇所、丁寧に組み直された機構、そして特に目を引いたのはカイトが施した内部配線の巧妙な設計だった。この子、私と同じぐらい天才だわ。イザベラの驚きの言葉が研究所の静寂を破った。彼女はまるで宝物を見るような目で修理箇所を眺める。その表情には尊敬と驚嘆が入り混じっていた。ロッキーは静かに彼女の言葉を受け止めながらも、カイトとの出会いを心に刻んでいた。ロッキーはカイトに感じた興味と尊敬をイザベラに伝え、カイトの手際がいかに優れていたかを語った。イザベラはシアン顔でうなずくと、研究所の端末を操作しながら犯罪組織の動きを調べ始めた。ロッキーは新たな任務の兆候を感じ取っていた。数日後、ロッキーはカイトを迎えに山小屋を訪れる。朝日が差し込む中、彼の背中にカイトが乗る。最初は恐る恐るだったカイトも徐々に空の旅に慣れ始めた。広がる大空、雲の絨毯を切り裂いて進む翼。カイトの目にはこれまで見たこともない景色が次々と飛び込んでくる。青々と茂る森林、輝く湖面、そして地平線の彼方にそびえる山々。すごい、こんなところが世界にあるなんて。カイトの小さな声が風に消える。ロッキーはその言葉に応えるように翼を広げてさらに高く舞い上がった。彼らは訪れる先々でさまざまな景色を目にした。砂漠の荒涼とした風景、氷河の冷たい輝き、そして草原を駆ける動物たち。その一つ一つが
カイトにとって新たな学びと感動を与えた。だがそんな平和な日々にも不穏な影が忍び寄っていた。ロッキーは空を飛ぶ中でいくつかの異常信号を検知していた。それは通常の通信とは異なる暗号化されたデータパケット。世界最大の犯罪組織ナイトクローの活動を示唆するものだった。ある晩ロッキーはカイトを山小屋に送り届けるとイザベラにその情報を報告した。イザベラは眉を潜め即座に端末で解析を開始する。そのデータは特定の地域における大量のエネルギー消費を示していた。それは地表に存在しないはずの施設を示唆するものであり、犯罪組織が秘密裏に何かを計画している可能性が高かった。カイトを巻き込むわけにはいかないわね。イザベラの言葉にはカイトへの配慮とロッキーへの信頼が含まれていた。だがロッキーはカイトが自分にとって欠かせない存在になりつつあることを理解していた。ロッキーとイザベラは犯罪組織の陰謀を追うための準備を進めた。ロッキーはその巨大な翼を広げ再びカイトのいる山小屋へと向かった。カイトはロッキーの背中に乗りながらその無言の決意を感じ取っていた。夜空を背景にした日輝く星々の中を突き進むロッキー。彼の視覚センサーには犯罪組織が潜む場所の座標が表示されていた。そこにはこれまでの旅とは異なる戦いの予感が漂っていた。少年と AI ロボットの旅は新たな局面を迎えようとしていた。夜空を切り裂くようにロッキーの巨大な翼が飛びカイトを乗せて犯罪組織ナイトクローの座標へ向かっていた。暗闇の中施設のかすかな光が浮かび上がりセンサーが敵機の接近を警告する。現れたのは最新鋭のドローン部隊。ロッキーは急上昇と急降下を繰り返し鋭い旋回能力で攻撃を回避。空中戦が激化する中ロッキーはカイトの安全を第一に考え次なる行動に移った。彼の機体が一瞬光を放ち第二形態への変形が始まる。機体の外装が滑らかにスライドしカイトを包み込むような小型のコクピットが形成される。その中に収められたカイトはロッキーの内部センサーを通じて外の様子を見守りながらより強力な防御に守られる形となった。第二形態のロッキーは翼から高エネルギーのビームを放ち次々と敵機を撃墜。防御と攻撃を巧みに繰り返しついに施設の中心部へと突入する。その頃ナイトクローの施設内部では暗い影が動いていた。敵側の黒幕であるドレイク総帥はモニタールームに座り冷徹な視線で戦況を見つめていた。長い髪と鋭い目つきを持つドレイクはかつて天才科学者として名を馳せたがその知識を悪用してナイトクローを築き上げた男だった。彼の脇には総司令官のバルゴ少将が立っていた。バルゴは軍事戦略に長けた冷酷な人物で短い銀髪と傷だらけの顔がその過去を物語っていた。ロッキーの性能は想定以上だが次のフェーズで仕留める。ドレイクの低く響く声にバルゴは無言でうなずき指示を伝えるべく通信機を手に取った。施設内部は自動追尾ミサイルや高出力レーザー砲が作動する最終防衛ラインだった。ロッキーは高度な回避能力と装甲でそれらを突破しついに巨大なエネルギーコアへ到達。コアの解析で明らかになったのはナイトクローが地球規模のエネルギー供給網を掌握しようとする計画だった。ロッキーはコアを破壊するため最大出力のビームを準備するがその直前に新たな敵機が襲来。激戦の中ロッキーは全エネルギーをリズムに集中させ一瞬の閃光でコアを破壊する。施設は連鎖的に爆発を始めロッキーはカイトを守りながら急上昇して脱出を試みる。爆発を見届けたドレイクは冷静に言う。これで終わりではない。我々には次の手がある。一方ロッキーは完全に崩壊した施設の残骸を戦し自らも急速に上昇して施設を離れた。カイトを安全に守るため機内の防御シールドを最大限に強化する。その中でカイトは初めて見る規模の爆発に驚きながらもロッキーの決意と覚悟を深く感じていた。夜明け前の静寂な空を切り裂きロッキーはカイトを背中に乗せてイザベラの研究所に戻ってきた。山岳地帯の冷たい空気が2人を包む中ロッキーの羽ばたきが小さな音を立てる。着地後
カイトは興味津々で研究所を見回し、イザベラの細密な設計図や機械部品に触れては簡単の声を漏らした。イザベラもまたカイトの技術的な直感と独自の視点に驚かされる。カイトは壊れたドローンを修復し、それを改良してみせた。もともと単純な観測用だったものが高精度なスキャン能力を備えたドローンに進化。イザベラは感心しつつも、信じられない、この年齢でここまで、とつぶやく。カイトは無邪気に笑い、機械って面白いじゃないですか、と応じる。その瞬間、2人の間に深い理解が生まれた。和やかな空気を裂くように研究所全体に警戒音が鳴り響く。イザベラのスクリーンにナイトクローの動きが映し出された。ロボット兵士の大軍が世界中で活動を開始している。北極から南極まで縦に一直線に拠点が配置されていることに気づいたイザベラは、彼らの目的は地球規模のエネルギーネットワークを制圧することね、という。ロッキーとカイトはすぐに出動の準備を整えた。ロッキーは第2形態に変形し、カイトをコクピットに収めると、猛スピードで山岳地帯を離れた。向かう先は海を越えたある都市。そこが最初の攻撃目標となっていることが判明した。広大な海の上空を飛行するロッキーのレーダーに無数の敵ロボットが映し出される。海上では人型ロボットが巨大な艦船から次々と発進し、ロッキーを迎え撃つ。ロッキーは高度な回避能力と正確な射撃で敵を撃破しているが、その数は圧倒的だった。カイトはロッキーの内部センサーを通じて戦況を見守りながらも、自身ができることを模索する。そしてカイトの手によって改良されたドローンがロッキーの支援に出動し、敵の弱点をピンポイントで攻撃する。コンビネーションが走行し、ロッキーはついに敵艦を突破する。都市に到着すると、空は敵機で埋め尽くされていた。ビル群の間を抜ける激しいドッグファイトが展開される。ロッキーは超高機動を駆使して敵の攻撃を回避しつつ、カイトの助言をもとに次々と敵機を撃墜する。しかし敵の増援が次々と現れ、ロッキーは追い詰められる。絶体絶命の瞬間、2つの影が空を切り裂いて現れる。それはシャドウとマッハだった。かつての戦友が駆けつけたのだ。シャドウは暗闇のように素早い動きで敵を翻弄し、マッハは圧倒的なスピードで敵を一掃する。それぞれの能力を生かした連携プレイが功を奏し、敵の大軍を撃退することに成功。戦闘後、3機は鳥型に戻り、近くのビルに泊まって作戦を練る。久しぶりだな、ロッキー。シャドウの声にロッキーは静かにうなずいた。力を貸してくれ、ナイトクローを止めるために。その言葉にシャドウとマッハは迷いなく応じた。イザベラからの緊急連絡が入り、北極にあるナイトクローの総本山が最終目標であることが告げられる。3機は世界平和維持軍と合流し、大規模な部隊を率いて北極へ向かう。表現を超える中、敵の空中要塞が現れ、激しい空中戦が繰り広げられる。維持軍の援護を受けながら、ロッキーたちは要塞を突破し、ついに総本山の施設に到達する。ロッキー、シャドウ、マッハ、そして世界平和維持軍は北極の総本山へ突入し、施設内部のエネルギーコアを破壊する計画を開始する。だがそこに現れたのは、ナイトクローが作り上げた巨大な AI 抑留ロボット、ドラゴン。ドラゴンはロッキーたちの技術を解析し、さらなるパワーを備えた強敵だった。激しい戦闘が始まり、ロッキーたちは連携して応戦するが、ドラゴンの圧倒的な力の前に次第に追い詰められる。イザベラが分析を進める中、エネルギーコアを破壊するにはユニオンクリスタルという特定の素材が必要だと判明する。しかしそれはロッキーたちがかつて破壊した山岳地帯の施設にしか存在しない。クリスタルを手に入れるため、ロッキーは第3形態への変形を試み、超高速で向かうがタイムリミットに間に合わない見込みだった。その時、カイトが驚異的なスピードでロッキーのプログラムを書き換え始める。ロッキーもイザベラもその技術力に驚愕し、やがてロッキーは究極の第4形態へと進化を遂げた。この形態はイザベラですら設計不可能だった未知の領域の進化であり、カイトの手腕がロッキーを完全なる存在へと変える。究極の形態となったロッキーは圧倒的なスピードでユニオンクリスタルを持って帰ってくる。シャドウとマッハも奮闘し、3機の連携攻撃でついにドラゴンを撃破することに成功する。そしてロッキーはユニオンクリスタルを用いてエネルギーコアを破壊、ナイトクローの計画を完全に阻止した。北極の空に光が差し込み、勝利の証となる虹が現れる。戦いの後、イザベラはロッキーとカイトを連れてカイトの山小屋へ向かう。
そこにはかつてイザベラの死であり伝説的な科学者であるアキコがいた。アキコはカイトの正体を明かす。カイトは人類と AI の融合による究極の存在。その可能性を信じ私はカイトを送り出したの。カイトはその事実を静かに受け入れながらも、僕はただ機械が面白いだけなんだと微笑む。その言葉にアキコとイザベラは深い感銘を受ける。そしてロッキー、シャドウ、マッハもまた新たな時代を切り開く存在としてそれぞれの使命に向かうため旅立っていった。